きげんよう上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの傭兵部隊ワグネル、その頭目プリゴジン氏が暗殺されたのではないかというニュースが入っています。今回の動画では暗殺と考えられる理由について解説していこうと思います。それではプリゴジン氏が搭乗していた飛行機が墜落した、そして乗員が全員亡くなったというニュースから見ていきましょう。ロシアで自家用ジェット機墜落、プリゴジン氏登場か。イギリス BBC などは23日、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者、エフゲニー・プリゴジン氏が飛行機事故で死亡した可能性があると報じた。モスクワ北部でプライベートジェット機が墜落し、搭乗者リストに同氏の名前が含まれていたというロシア非常事態省が墜落を認めた。ロシアメディアによると、乗客10人が搭乗した自家用ジェット機がモスクワ近郊のトベリ地方にモスクワ時間の午後6時40分頃に墜落した。ジェット機はモスクワからロシア北部のサンクトペテルブルクに向けて飛行していた。乗員3人を含む搭乗者全員が死亡したという。墜落現場で8人の遺体が発見された。自家用ジェット機は爆破されたとの見方が出ている。乗客リストにはプリゴジン氏の名前が含まれていたが、本人が実際に搭乗していたかは確認できていない。救助隊が捜索活動に取り組んでいるという。ワグネルに近い通信アプリチャンネルは、プリゴジン氏が亡くなったと23日夜に投稿した。アメリカ国家安全保障会議のワトソン報道官は、報道を認識している。事実だと確認されても、誰も驚かないはずだと指摘した。自家用ジェット機は、2020年に、ワグネルのグループ会社が購入した機体とみられ、モスクワとサンクトペテルブルクの間を定期的に運航していた。ワグネルは6月23から24日にロシアで武装蜂起した。ワグネルの部隊は首都モスクワまで一時 200km ほどの地点に迫ったが、ベラルーシのルカシェンコ大統領の仲介で進軍をやめた。ワグネルの戦闘員の多くは受け入れ先のベラルーシに移動していた。プリゴジン氏は反乱鎮圧後、ロシア国外を拠点に活動していると見られていた。同氏は8月21日、ワグネルに近いとされる通信アプリのチャンネルに動画メッセージを投稿し、ワグネルの主要活動拠点の一つであるアフリカで活動していることを明かしていた。今回プリゴジン氏の乗っていたであろう飛行機が落ちたのはトベリ州というところで、ロシアの首都からも非常に近いところです。モスクワからサンクトペテルブルクへと向かっていたということです。これが彼が乗っていたであろうプライベートジェット機。そしてこちらが住民たちが撮影したとされる飛行機の墜落映像です。住民の中には上空で大きな爆発音がしたようだというふうに語っている人もいます。ただしこの爆発音なのですが、これをもってしてロシア軍がミサイルで撃墜したのか、それともこの飛行機自身の機体内部での何らかの損傷などによる爆発音なのか、さらには機体内部や機体の外に取り付けられた爆発物によるテロ攻撃だったかは全ては謎に包まれています。何にしても飛行機は墜落炎上し、乗っていた人たちは全員が亡くなっています。こちらの映像の中には遺体は映り込んでいませんが、もっと近づいた人の映像や、もしくは違うアングルから撮った映像の中には、激しく損壊している遺体の映像なども含まれています。そして今回墜落した飛行機には、ワグネルの頭目プリゴジン氏だけではなく、ワグネルの幹部たちもかなり乗り込んでいました。右の人物はプリゴジン氏にとっての右腕とも言われる人物で、その他一緒に乗っていたグループのメンバーも司令官級の人たちが顔を揃えており、今回の事故によってワグネルの首脳陣はほぼ壊滅状態になったようです。そしてサンクトペテルブルクにあるワグネルの本部ビルにおいては、プリゴジン氏や司令官らの死を悼んで、ビルの明かりで十字架を作っています。今回の一件なのですが、基本的には、様々なところで不明な点があり、憶測に基づく発言が多くなることはご了承ください。まず第一に今回の一件、私は暗殺だろうと思っていますが、その証拠を出せと言われれば私には出せません。しかし、プーチン氏にしてみれば、プリゴジン氏を長く生きながらさせる理由というのもないのですから、ついに我慢ができなかったんだろうなというふうに私は思います。ただし、なぜここまで反乱から命を長らえることができたかといえば、それはワグネルの戦力が十分にある状態では、プリゴジン氏に何らかの罪を着せて投獄したり、もしくは命を奪うことが直接的にワグネルの第二の反乱へとつながり、非常に危険性が高いとプーチン大統領は思っていたのでしょう。だからこそクーデターの件について不問に付した上で、
ベラルーシのルカシェンコ大統領の身元引き受けを了承し、プリゴジン氏の命を奪わずにこれまで活動を続けさせていたと思われます。では今になってなぜこのようなことを起こしたかといえば、おそらくはワグネルが第二の反乱を起こしたとしても、もはや鎮圧は容易にできると判断したからだと思われます。その要因は何といっても、ワグネルの持っていた大型兵器たちを全て接収し終えているからです。例えば戦車や対空ミサイル、そうした兵器をこれまでは持っていました。何しろ前線で戦っていたのですから、そのような重武装は当然必要だったわけです。ところが反乱以後においては、ワグネルの持っていた戦車や対空ミサイルなどは全てロシア正規軍に接収され、奪われてしまいました。しかも、装備を奪われただけではなく、隊員たちも散り散りに今はなっています。そして、プーチン大統領自身も身の回りを固めています。例えば、ワグネルが反乱を起こした際に、モスクワへとどんどんと進むことができたのは、戦場にほとんどの部隊が張り付いており、ロシア国内にいる治安要員だけではとてもではないが、まともに戦える戦力はなかったからです。しかし、先ほども述べたように、ワグネルから戦車や装甲車、対空兵器などを取り上げて、それらの兵器を今では自分の身を守るためにも配備するようになりました。これまで治安維持部隊には装甲車があれば十分でした。国民が何か大規模な集会を行ったとしても、彼らの持っている武器はせいぜい銃器の類ですから、装甲車があれば十分に鎮圧可能だったのです。ところがそのようなどちらかというと装備の整っていない治安維持部隊に対して新しく戦車を配備するようになったのです。戦場からはるかに遠いロシアの首都モスクワにおいて治安維持部隊が戦車を持っているなど異様なことです。しかし、ワグネルが第二の反乱を起こすとするならば、そのような戦車を持っておくことが必要だったわけです。さて、ワグネルの方は今どうなっているでしょうか。頭目のプリゴジン氏が亡くなっただけではなく、司令官級の人たちも一緒に亡くなっています。しかし、ワグネルのメンバーはメンバーで、自分たちはベラルーシに行くことによって基本的にはクーデターの罪を免責されたという思いがありますから、今回の一件は完全にプーチン大統領が約束を反故にしてワグネルに対して斬首作戦を実行したんだというふうに考えていることでしょう。そのため、ワグネルグループの兵士たちはテレグラムなどの SNS を通じて改めてプーチン大統領に対する反乱を話し合っているとされています。実際に彼らが2回目の反乱を起こすかどうかについてはわかりません。今は怒りに駆られてそのような血気盛んな発言をしているだけかもしれません。しかし、たとえ反乱を起こしたとしても、おそらく今回の反乱はうまくいかないでしょう。まず第一に先ほども述べたように、重武装はもはや取り上げられていますし、隊員の結束それ自体ももはや緩んでいます。傭兵という性質上、雇い主であるプリゴジン氏やワグネルという組織そのものももはや消滅しようとしていることを考えると、ワグネルの残党たちにさあプーチン大統領に対して反乱を起こそうという気概が残っているかはかなり怪しいものなのです。ですからこの後、プーチン大統領はたとえ反乱を起こそうとする兵士がいたとしても、それらを反乱に乗り気ではない他のメンバーと分断することによって格好撃破し、自分に反乱を行った者に対する見せしめとしておそらくは処断していくことでしょう。特にワグネルが反乱を起こした際には陸上戦闘は非常に小さかったのですが、一方においてロシア空軍機に対する攻撃は苛烈に行われ、何機もの兵が撃墜されています。ロシア軍の中からも自分たちの味方を殺しているワグネルメンバーを無罪放免にしてしまった。今こそそれらメンバーに対して報復が許されるべき時だと考え、プーチン大統領に強い対処を求めている人たちがいるでしょう。そしてプーチン大統領は今度こそその願いに応じる可能性が高いのです。もはやワグネルが反乱をしたとしても重武装はない。一方において治安部隊は強化している。ワグネルの首脳陣がもはやない以上、今いるワグネルメンバーはもはや烏合の衆に過ぎない。いくらでも自分の思い通りにできると考えているはずです。ただし、ここまでの話は全て私が、プーチン大統領が今回の一件を仕掛けた、いわゆる暗殺劇だろうという前提の話です。もちろんそれ以外の全く違う可能性として、単に飛行機の整備不良を原因とした墜落事故という可能性も一応ないわけではありません。ただし、現在の状況から考えるとそのような
事故死というのはちょっと原因としては納得できないものです。例えば飛行機の整備について言っても、これまで資金がしっかりとあって、整備不良が起きて、戦闘機ですら自己墜落しているのに対して、ワグネルの方がお金が潤沢に回っていることから、武装は整っている。つまり、こういった移動手段について飛行機の整備なども行き届いていたと考えられることから、ここに来ていきなり事故で墜落しましたというのも、あまりにも不自然なのです。プーチン大統領は決して自分が暗殺したなどとは言わないでしょう。しかし、世界の目としては、プーチン大統領はきっと彼を暗殺したに違いないと思うでしょう。プーチン大統領はそのような国際的な批判の目といったものを気にするのではなく、むしろこういった裏切り者に対する報復は必ずするんだぞというようなメッセージを、むしろロシア国内向けに行った可能性の方が高いように私には思います。なお、プリゴジン氏と反乱についても事前に計画をしていたのではないかとされるロシア軍の上層部にいたスロビキン司令官は、ウクライナ侵略の副司令官という職を解任されましたし、またそれ以外にも、ロシア航空宇宙軍の司令官という立場もまた解任されています。現在彼の居所はわかりませんし、生死さえも不明な状態です。結局のところ、独裁者は自分の身を守るためには、危険だなと思えるような要素は全て摘み取らないと気が済まないし、またそのような危険な目は生みかねないような警戒すべき人物といったものも、やはり何としてでも不安要素を全て除去しなければ気が済まないものなのでしょう。今回プリゴジン氏またワグネルの首脳陣らが乗った飛行機が墜落したという話を聞いて、とてもではありませんが、これが単なる事故だなとは思えないのです。ロシアという国は結局独裁者の支配している国だというのを改めて思い知らせるような出来事だと私は思います。だからこそ不合理極まりないウクライナ侵略を行い、それに伴って NATO 加盟国は増えてロシアの安全保障環境は悪化しましたし、また侵略をすることによって国外へ脱出する人、そして戦死する人などたくさんの人々を失って、プーチン大統領の誤った方針がロシアとそしてウクライナの人々に対して不幸をまき散らしているような状況です。せめてプーチン大統領はさっさと侵略戦争をやめてほしいものです。そうでなければ今回のようなおそらくは暗殺だろうと見られるような出来事もまだまだこれからも続いていくことでしょう。皆さんは今回の出来事を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった方は評価ボタンのクリックと投げ銭機能のご利用もぜひともよろしくお願いします。なお最後の最後に一言言うのですが、喉の状態が非常に悪く声がくぐもった感じになってしまっています。このあたりは以前にもお話ししましたが、喉の不調は残念ながらまだまだ長期化しそうです。良くなったかなと思えばすぐに悪くなる。そしてそのような状態が長引いてしまうような状態なのです。というわけで最後にこれからも同じようなことは十分起こり得るので、その点についてはご容赦ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。